エンター。こんにちは、入り口です。今日は N4 文法通りに、指示通りに行うという表現です。あなたが先生じゃないなら、この表現使わないでください。はい、N4 文法通りには、指示や手順通りに行うという表現です。これは指示したことや手順、順番を必ず 100% 守ってください。再現してくださいという強い言葉で超硬い表現です。日常会話では硬すぎます。先生の言う通りにしなさい。こんな感じで日本人は昔先生に怒られてました。だからすごい日本人の嫌いな言葉です。もちろん学校の先生のように命令形を使わないで説明書の通りに作ってくださいっていう指示書とかはあります。敬語にすれば少し丁寧にはなるんですけど、指示書とかそういうのに使われる書き言葉のイメージです。やっぱり通りにっていう言葉はすごい硬い表現になるので日常会話では使いません。では日常会話でよく使うのは何かというと、そのまんまを省略したまんま。言った通りにしてを言ったまんまやってにするとすごい日常会話っぽいカジュアルな言い方になります。それではまんまを使った例文を挙げるのでシャドーイングしてみてください。例文スタート。まんまやってくれればそれでいいから。まんまパクっていいよ。説明書のまんまやればいいよ。さっきの漢字でやればいいよ。覚えてきたまんまだった。はい、ということで、日本人にいきなりまんまやればいいよって言われたらちょっとびっくりしますよね。耳が慣れていないから。まんまやってくれればいいとか、まんまやればいいっていうのはそのまんまやればいいということなので、説明書にあることとか言ったこととかをそのまま再現すればいいよっていう意味です。まんまパクっていいよ。パクるっていうのは真似するという意味です。パクるも昔は若者言葉だったと思うんですけど、今は普通に60代の人とかも使う一般的な言葉になりました。まんまパクるというのはその通りに真似するということです。結構会社でも去年の資料のまんまパクればいいよみたいにカジュアルな表現を使う上司の人とか、だんだん日本でも会社内でカジュアルな言葉が使われるようになってきている気がします。あとは前回勉強したようだの代わりのみたいとかも使えます。説明書みたいにやればいいんじゃないみたいな感じで、通りには 100% 再現するような感じなんですけど、みたいにっていうと、なんか 100% 真似するんじゃなくて、説明書っぽくやるとか、説明書みたいにっていうと、80% から 100% みたいな、ほとんど同じにすればいいんじゃないみたいな、ちょっと自由な感じがして、すごいカジュアルで柔らかい表現になります。ただ、本当に 100% 真似してほしいなら、まんま、そのまんまやって、そのまま、説明書のまんまを使った方がいいです。みたいだと完璧にやらなくていいっていう余白がある感じです。はい、ということでまとめると、通りにはちょっと硬すぎるので日常会話では使わないでください。その代わりにそのままを意味するまんまが使えます。あともう少しニュアンスを軽くするなら、みたいとかぽいとかを使うともっと緩い 100% 再現しなくていいよっていう、ほとんど同じにすればいいからっていう、もうちょっと軽いニュアンスの言葉になるので、ぜひ使ってみてください。それでは今回の授業はここまでです。入り口でした。エンター。この度、日本語会話の教室を始めます。今回始める教室は、目標が明確。そして効率的な学習法です。この日本語会話の教室について詳しく知りたい方は、ホームページを参考にしてください。